お、メニューは何？はい。麻婆ナスと、焼きそばと、あと、あれですね、サラダを作ろうかなと思ってて。一品料理がチキン南蛮です。ちょっと寝れた？これ？いや、ちょっとだけ。ほんのちょびっとしかやってないです。10分ないぐらい。寝ない方が良かったぐらいだな。そうっすね。10分だと辛いですよね、逆に。逆に辛いかもしれないです。ねえ。なんか短い睡眠だとさ、頭痛くならない？なんか、うわ、もう、みたいになるんです。どう？共同生活もう慣れた？まあ、だいぶ慣れてきた方ですよ。まあ、自分が死ぬ死の頃とかと。なんか、やっぱ、全員っていうか、まあ、やっぱ、みんないると、なんか話が盛り上がったり、なんか知らない話題で盛り上がったりする。でもやっぱ、みんなで生活するとやっぱ、ちゃんことか、すごい作るようになるんで、そこは大変だなと。ちゃんこ番はね。まあ、ちゃんこ番は大変なのかなと思ったりはしますね。もう3年だっけ？はい。3年だっけ？共同生活。まあ、4年目。4年目。はい。早いですね。最初想像してた生活と違う？まあ、想像はまあしてた感じだったんですけど、まあ、それ以上にちょっとまあ辛いなっていうのは思ってます。やっぱ、人数が多くなるにつれて。狭くなってくるしね。はい。でもやっぱ、人数多いと、なんか盛り上がるのかな。やっぱ改めて思ったんですよ。そうだね。はい。それとは共同生活をして大体もう1年か。1年、そうですね。2年目に入ったんだね。2年目に入ったっすね。だいぶ慣れてきたっすけど、まあ大変なことはもう同じになっちゃうんですけど、ちゃんこ番がやっぱ大変ですけど、それ以外は特に大変なことはないですかね。ちゃんと一人一人やることやってくれるんで、掃除場所とか、まあいいことはみんなやっぱ話し合うんですね。男の子だけっていうのもあれかもしれないですけど、やっぱみんな相撲やってるんで、相撲の話も合うんで、やっぱ中学校とかだと、相撲の話してももう分かんないじゃないですか、同級生とか。そういうのが、話が合うっていうのも共同生活だったらいいところかなと思ってます。楽しい？楽しいです。共同生活のいいところってどういうところ？いいところですか？まあ寂しくならないです。誰かしらいるんで。はい。まあでも逆に一緒になりたい時もあります。まああるよね、それは。はい。高校の時、寮生活もしてたんです。3年間？まあ少しですけど。少しなの？これなんで途中から？いや、途中で辞めたっす。通いにした。なんで？家近かった。別に寮にする必要ないなって。2ヶ月ぐらいで辞めました。最初はなんで寮にしようと思ったの？みんな同級生入るって言って寮に。まあその人たちはみんな神奈川で別に近いっちゃ近いんですよ。それで、もうみんな入るなと思ったんですけど。まあ別に。あんま必要なかった。もう電車で5分なんで。だいぶ近い。大駅なんで。寮じゃなくてもいいのかな。まあでもしてたんで、まあ慣れてるっちゃ慣れてるです。だって兄弟も多いんで。自分の部屋とかなかったもん。あ、そうなんだね。はい。何人兄弟だっけ？5です。5は多いよね。はい。5は多いわ。はい。慣れてるし。はいよ。まあでも、早く個室は欲しいっす。そうだね。欲しいっす。共同生活でさ、みんなどういう仕事をしてんの？その役割分担とかさ。どんな感じのことがあるの？まず、まあ、ちゃんこ番。ちゃんこ番。はい。ちゃんこ番は、だいたい3人か4人1組で。で、4グループあるんで。まあ、4日に1回っすね。それがあるのと、あと、まあ、風呂場。みんなが使うタオルとかあるじゃないですか。を洗濯して。それは、稽古で使うタオルと、はい。まあ、あと風呂とかで。あ、それも一緒にやるんだね。あと土俵吐いたり。稽古終わって、やっぱ土俵
もう掃除掃除しないといけないんで。それも風呂番がやる。そうっす。でも風呂番は、はい。ちゃんこ番と同じ班でやる。あ、そうっす。あ、じゃあそれも4日に1回。ちゃんこ番、風呂番の次の日がちゃんこ番です。あ順番的には。あ。で、4日に1回回ってくるってことだね。各自の掃除場所は、どういう場所があるの？ちゃんこ番は、ここはちゃんこ番がやるんで、各自、あれですけど、上がり座敷とか、玄関とか、外掃除とかっす、トイレ掃除とかがあるっす。みんな使うとこなんで、分担でみんな割り振ってね。はい。もうそれぐらい？ぐらいだと思うんですけど、まあ、あと地方行くとき大掃除したり、はい。なんか金庫番的なやつはいないの？あ、一応インターホン対応おっていうのがあるっすよ。その電話番っていうんですね。電話番とインターホン対応が。電話番はお部屋の電話を、それは何人でやるの？電話番3人だっけ？3人。菊池さん、甲賀さん、慶賀さん3人。インターホンは2人でやってるんですよ。まあ一応下の子で、まあその一応やるようなんですけど、まあ一応メンバーだとしたら梅ちゃんとラキさんです。あ、じゃあラキが両方やってんだね。はい。なるほど。はい。このそんぐらいですね、部屋の仕事は。なんかお金の管理してる人いなかった？ああ、一応遠藤さんがそういうなんか、部屋関係の領収書とかもらっておかみさんに報告するっていうのをやってくれてます。10まで取れる？何枚？わかんないけど。センターでも共同生活楽しんでそうだね。まあ、はい、自分楽しいですね。普通に、はい、本当に楽しいです。お兄ちゃんがいて。はい。余計住みやすいってのがあるんですよ。余計住みやすい。センターの実家ではさ、自分の部屋あったの？なかったですね、僕も。あ、そうなんだ。はい。3人ともなかったの？僕はなかったです。なかったかもしれないですけど、自分、ケンさんと2人部屋で最初。で、なんか最終的に、全員同じになったみたいな。4人？いや、 3人？自分とケンさんと俊太が、でもケンさんいなかったんで、もう、自分が俊太たちと同じ部屋になんか移ったみたいな。ほぼ一人じゃなかった。あそこ閉めて。まあ、ほぼ一人みたいな感じだったら、襖みたいなのがあって、襖挟んだら一人じゃないですか。襖開けちゃったら、お姉ちゃん、俊太とお姉ちゃんとお母さんと、まあ全員一緒だったみたいな感じです。どこの家よりも和風な自信あるっすね、僕たちは。あ、そうなの？はい。本当に和って感じです。畳で。畳のとこもあるんですよ。掛け軸とか飾ってんの？掛け軸ってなんか漢字みたいなの書いてあるやつですか？漢字で前、風景画とかもあるけど。掛け軸は、掛け軸の裏に通路が落ちたりとかするの？みたいなのもあったし、さすがにいや、あったかもしれない。一番奥の部屋に。ひいじいちゃんでひいばあちゃんの部屋にあったかもしれないです。なんかもうザ・和室みたいなところに掛け軸あった？あったっすね。一番奥にあったっすね。畳の部屋で。壺とかもあった？壺はなんか花瓶みたいなやつがいっぱいあったっす。宝がまだでかくなったよね。本当ですか？なんか場所休みずっと食べてた感じ。測った体重？怖くて測れないです。怖いの？でもちょっと回し今日、昨日か久々にやったら全然後ろ足んなかった。いつもより短くて太ったな。でかくなったと思う。全然違うわ。来てて分かるっすか？分かる。増やしたいです。でも見た目別にそんな周りに比べたらでかくなくないです。まあね。そう言っちゃったら見た目的にはね。でもなんか詰まってる感じするけどね。本当っすか？全然詰まってないです。足りない。はい。昨日久々に行ったっすね。
うん。場所や炭焼きで。うん。筋肉痛めっちゃきた。はい。信原さんもいます。おー、そうなんだ。自転車見て、うん。あ、信原さんいると。隣でした、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ隣でやってました。そういう時話すのなんか。おうぐらい。ちょっとまあ喋りかけてくるんです。めっちゃ面白いです。でも誰とでも仲良くなりそうだね。まあ、そうですね。コミュニケーション能力が高いと思ってますし、自分ではい。ちっちゃい頃とかも、公園に遊び行っても知らないこと全然遊べたんで話しかけて。はい。自分からはい。なんて言うの？何してんのって、何々やってる、一緒にやろうって普通に遊べちゃうですね、公園とかで。今でも？今はちょっと厳しいかもしれないです。さすがになんかあの頃はなんかすごかったですね、なんか、何も感じなかったですね。人見知りとかも何もなかったです。転校生とかも来ても全然話しかけられたですね。中学校ぐらいからでもちょっと、なんていうんですか、それでも考え始めたっすね。ああ、ちょっと思春期入って。あれでもいいよ。よくそんな公園で知らない子に話しかけたなと思うんですよ、今考えて。これ？だね。やばいね。やばいっす。マジで。ここいくらできるんですよ。まあやっぱ普段隠してたみたいな。できることを。やればできる子だもんね。はい。やらないだけで。やらないだけで。やれよ。できるならやれよ。痛みはやらせてもらえないです。あ、そうなの？やりますって言ったけど、ああ、大丈夫。ケイさんが。なんでだと思う？わかんないです。まあ、この辺、どこでも。こういうのはいいや、別に。これいいよ。面白い兄です。16個16個16個全部やっちゃっていいよ。16個で足りんの？ダメが大事だ。タンベや。そしたら違うね。アメジャリカリペや。カリペや。3種類ぐらい入れるみたいな。3種のソース？はい、3種入れます。この3つ。とんかつソース。とんかつソースです。これがオイスターソース？そうですね。ちょっと濃いめのね。はい。まあ濃いめの方が好きかな。味薄いよりかは。そうだね。はい。いい感じです。ちょっと多いな。まあ麺をちょっと両方目で。マジ細いっすね、これで。細くはないです。いや、まあ、普通の人に比べたら、太いかもしれないです。ね。まあ、ちゃんと筋トレしてる人たちからしたら、マジで細いっす。上半身弱いんで。腕立てもちょっとやっぱきつそうだもんね。きついですね。でも、本当に最初よりは全然できるようになってきたっす。今日も、みんなのペースついてきたんで、意外に。ちょっと長女が遅れそう。遅れてたよね。ちょっと遅れてたんですけどあれやっぱさ、いろんな稽古をした後だからきついんだよね。まあそれもあるんですかね。全く稽古してないところからいきなりあれやったらもっとちゃんとできる。まあ何もしないところからやったらいけると思うんですけど、逆にそれはそれで急に動かしたら逆にそれはそれできつそうです。アップもなしで。アップはするでしょ。だいぶ多いんだよ。多いね。多い。米が進みそうな焼きそばだね。
あ、もう味濃い方が。この進むかな。よし。ちょっと、これは、なみなみだ。そう、何だね。共同生活さ、最初はこれ大変だったけど、今は慣れて楽になったみたいなのってある？まあ最初、まあ自分たち、まあ3人入った時は、まあ、仕事を、最初の仕事をなんか覚えるのが大変だったんです例えばどんなこと？やっぱ、まあ、ちゃんこ場になったら、最初何も分からず入ってくるじゃないですか、やっぱ。で、やっぱ包丁も握ったこともないですし、まあ、あとはそのちゃんこ番のなんかやり方をスムーズにいったりとか、お米の炊き方とかも最初これだと全然分かんなかったの。普通のやつと違うんで、そういうところもしっかり覚えてきたのと、あと敬語タオルとかも、洗濯自体は分かるんですけど、やっぱあの量をもう何回か回したことはなかったので、洗剤の量とかもあれで聞いたやつが今ではすんなり一人でできるようになったので、やっぱ違うんかな、その前と比べてやっぱスムーズにいってるからちょっと楽なんじゃないか慣れてきた。な。はい。まあしますね、そんな感じは。麻婆用のスピースか。あります。瞬間移動した。瞬間移動しました。でも、もともとこれだったっすよね。そうだね。そうそう。あ、そう。しょうがっす。しょうがねえ。しょうが。しょうがねえな。しょうがねえ。はい。今一瞬ぐらい。ご飯ね。こんなの。やってくるよね。チじゃない。よし。何個割ったんですか？俺らは3つしかないけど。それやばいですか？消えるって。やばいっす。何びっくりしないけど。いい匂いだね。いい感じですよね。ねよし。OK です。マボナス。マボナスです。はい。ですよ、抜くんで。そしたらあと全部食べるし。あ、そう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 。これ全部いけるんですか？全部いける。ここもですか？硬いの。いけるいける。硬いとこ取れてるでしょ。こういうのはできるんですか？硬いとこなくね？待ち合わせ何してたの？親戚とご飯食べて。え？何同期と飯行ったっすね。ずっとご飯食べてた。まあご飯寝ないで最初1週間最初え、帰ったの？帰ってないっす。ああ、親戚がこっち来てくれたの？はい。まあこっち、まあちょっと遠いですけど。うん。へえ出ますね。はい。同期は何人で食べたの？同期今回は2人だったっすね。2人。はい。じゃあ割り勘して。割り勘、まあ割り勘もちょこちょこおごったりおごられたりですね。ああ、そうなんだ。はい。年は上？同級っす。あ、同い年なんだ。はい。何食った？どこ行った？あそこ行った横浜中華街で。へえ、金持ってんじゃん。めちゃくちゃ高かったっす。ねえ。小籠包5個で1800円。びっくりした。
観光地価格だからね。ああいうとこちょはね。っと行ったことなかったんで、ちょっと気になってたんですよ。まあもう多分、そうですね。それでね、LINE のアイコンを中華街にしてるわけだ。そういうことです。で、俊太しょっちゅう買えるじゃん。しょっちゅう買えるです。なんか出てくるんだよね。目につくっすよね。思春期かなと思う。確かに。気にしてんのかなと。関係ある情緒不安定なの。本当だよ。優柔不断すぎだから。転生してんのブルーハーツ。ブルーハーツじゃないの？ブルーハーツさんこれ違うでしょ。日曜日の死者みたいなやつでしょ。あれブルーハーツじゃなかったっけ？違くないですか？ハイローズ。ブルーハーツでしょ。知らないです。全然違う。これ絶対違う。あ、違うね。絶対違う。ブルーハーツでもこの曲の人じゃないですか。うん。青空の人っしょ。はい。なんて？運転手さんそうそう。日曜日の死者、いや、ブルーハーツ、違う、ハイローズだ。違うぞ。ハイローズだから、でも、ブルーハーツの人がやってるやつだから。そうなんですか。ハイローズって。詳しいっす。そうなんですか？知らないってブルーハーツだね。なんかのやってる歌ってる人だね。ボーカル一緒だよ。らしい。割って入れていいっすか。あ、どう。いや、割った方が俺、気が好きなんです。なんか、マジで穴開けん。ケツをちょんちょんとちょっとこうやって穴開けんじゃないですか。まあ、そうと。行きやすい。パカッて。知らなかった。本当ですか？でもなんか形変になるやつあるんですか？そうだよね。そこですそこ愛してるまでしかしない。あ、痛い。なんかそのもうシュンだったと。爆裂好きだね。爆裂愛してる。愛してる。卵剥いたら冷やしといて。回してくださ何個割ったん逆に。い。わかんね俺今の3つしか見えねえんだけど割ってるの。え。でも剥きやすかったでしょ。うん。俺はこれ高校3年間で学んだ卵の剥き方。まあまあ変わんない。は？全然剥けるっすよ。冷水ぶち当てると剥きやすいんですよ。栃木帰る。卵剥きブラザーズ。勝手に兄弟にしないでもらっていいですか？じゃあそのブラザーズってついてるやつ全部兄弟なの？じゃあ世の中にあるの全部。考えてみてください。先輩、スマッシュブラザーズ。どこで兄弟なんですか？わかんなくなるか。お前スマッシュの意味分かって言ってんの？知ってるよ。必殺。そうなの？じゃない。知らねわかんない。テニスでも必殺とか、必殺じゃない、必殺とか言わないわ。スマッシュとか言うやん。思いっきり打つこと。思いっきり兄弟？スマッシュブラザーズ。思いっきり兄弟？だけねえだろ。俺切るわ、卵。しゃし。二人でやることじゃねえ。卵って可愛いな。もうね。潰すんやけど、スーッとしたらもっと綺麗に切れるで。ほら。今の内心言っていい？意外にできて安心してる。食べるか？ほら。慎重に切んないと黄身が出ちゃうじゃないですか。チョレギサラダってタレっていうのは何で？わかんない。それギサラダでもあんま卵のイメージないけどな。ですね。そりゃそうっすよね。これに海苔？入れるらしいです。海苔、韓国海苔、これ。はい。よし。おう。帰りましょう。ちょっと授業5時までで。お疲れ様。今日何学んだの？今日は数学と、あれですね、人間科学みたいなやつですね。人間科学。人間科学って何？例えば、そのインスリンはどういうあれをするかとか、ホルモンなのか、その体の部位とかは勉強しました。人間科学って言うんだね。人間科学。ホルモンの成分とか効果とかってこと？どう作用するか。そうそう、アミノ酸の。なんだっけ、コンソメ、バター醤油。
酢となんか相撲に活かせそう。醤油。おすすそうですね、体大事なんで、そこは勉強になりましたね。うん。おすすあとはその総合探検ってやつ、地元で自慢できるところとか自分で調べて書いたりしましそれなんか前やってたね。た。はい、それの続きやりまし頑張ってるね。た。はい。いやー、疲れました。久々に。醤油ごま油ある？ごま油あるんじゃないですか。ごま油、醤油、酢、ニンニク、生姜。違う？しょうがない。作れる？作れるでしょ、シュント。作るしかない。あれ探してね。なんだっけ、コンソメ、バター醤油。うん、まあ、外れ。違う。もう間違ってる。あれ、酢と、醤油、貸して、シュント。おすす。それ貸して。あ、もうあれ、おすす。ごま油ってどこだ？おー、醤油。あれ、ごま油なかった決算。けど、あれ、ごま油なかった。三田さんにもらう？ごま油を塗ってるやつ。三田さんにもらう？これごま油じゃない。ごま油だった。量多め。砂糖は入れないし。この中身は何？ごま油と？鶏ガラスープ、酢、醤油、ニンニクです。で、ドレッシング。ここってさ、いいよな、このケチャップ。先生にさ、あれこの問題って高校生の問題ですかって言ったら中学生のって言われて。めっちゃ恥ずかしかった。中学生の問題ってむずいっす。むずいじゃん。数学？数学です。なんだっけ。多分うまい。何山だか何山かな、難しいやつある。なんかよくわかんないですけど、でかいね。とにかく難しかった。今度は高校に行く方なんで、多分本当に高校に行って勉強するって感じだ。英語と書道やるって言ってました。書道いいね。その学校で書道するんでしょ？書道、そうですね。かっこいいね。脱いでもいいよって言われるかもしれない。書道いいですね。書道ちょっと好きなやつ。英語がちょっと不安ですけど。これまでで時間かけていいですか？俺はチラチラいらないオーブンにまあいい感じです。すごい多いね。あ、もう贅沢に行こうかなと思って。すみません、トモさんのトモさんのようなうまいのは作れないんですけど。すごいすみません。お、これもしかしたらチキン南蛮？チキン南蛮作っちゃってる？チキン南蛮。今回俺らが泊まる師匠にやられた缶ビールがあるから、それを俺らが寝泊まりする方の冷蔵庫があれば、メガネ変えた？なかったらメガネ変えました。こっちの冷蔵庫に入れさせてもらってって言ったから、絶対にあっちに俺らの寝る方に入れて。眉毛だいぶ薄くなってない？眉毛だいぶ薄くなってない？あ、でも整えました、ちゃんと。ビッて。なんかだいぶ薄いんだね。薄いっすか？前より細くなって普通にる。あるっすよ。なんか場所終わりに先週なんか翌々日かな、は連絡くれたじゃないですか。い。はああいうなんだろう、その報告的な連絡ってい。はどれぐらいの人にしてるんですか、その数的には。い。まあ、自分の人いるんですけど、僕何人ぐらいですかね。でも50人以上にはしてるっすね。そんなにしてる？でも千秋楽パーティー終わってからしてたりするんで、ちょっと遅れちゃったりしちゃったんですけど。偉いですね。はい。いやいや、みんなやってると思うんです。やってるでしょ、電話。はい。
お世話になってるあ、そうですね。はい。あ、僕は、7月も終わったら、パーソン次の日にしてるっす。まあちょっと忙しかったら、月曜日とかにするんですよ。何人ぐらいなの？いや、そんな、2、30人。いや、そんなに10から20ぐらいの間です。そういうのって教わるの？何をですか？先輩から。まあ、教わるとか、まあ、気がなくてよかったね。もう頑張ったね、っていう。はい。でも先輩がやってるのを見て、あ、自分もやんなきゃみたいな感じ。まあ、それもありますし、なんなんですかね、高校の時からでも、あ、そうなんだね。大会終わったりして、連絡したりとかあったりして、なんか場所中とか連絡くれたりするんで、うん一応終わったら、挨拶して。そうっす。ちゃんです。今、ナスがいっぱいある。なんか、いいだ安いっすよ。30円ぐらい。買いに行ってないのでも安い。あの時できた方あるんですよ。あともうちょっと。昼飯何分ぐらい ?15 分ぐらいで来ました。うん。師匠が早いから、ちょっと早したし。すげえ師匠。早いっすよ。まだ早かった。何食ったの？昼ですか？まあ、うなぎと刺身定食。もうすごいね。親方が早いね、やっぱ。食べるの早いです。うなぎ久々に食ったな。大阪は場所いないかな。検討食べに行った。トマさんとはい。あ、違うわ。場所中に食った。初日らへん。場所前？場所中外で食ったの久々だ。一番高いよ。芝本は高いね。5000円、5、6000円するの。うん。多分、部屋で食ってるやつはいつも多分ここで。書道部とかあれがね、ああいう、まあ、いろんな何種類っていうかあるんだけど、のでやってるわけよ。あれ、機械の名前が全部あるんだけど、それを覚えてる人あるみたいな。もう忘れちゃったな。今日一番最初にやったのはスキャップラーってやつなんだけど。忘れちゃった。すごいやつ全部わざわざ鳥取まで来て、まあ同期じゃないけど、鳥取はその他のここにわざわざ野球部面接が来て甲子園での高校ページが来たっても新しい甲子園行ってない書道部情報の中にもあるの行ってないよねどうしようして行って何これ麻婆ナス。麻婆ナス
はい。偉いな。洋服でやったのか。俺31日はあれだ。違う人のダンスしたけど。ああ、迷惑かけてしょ。風込むから風込む。コミか。なんか変な感じの話なんですよ。変な感じしないけど、こんだけすごいグループっても出ない。危なですか。なしない。どう間違えちゃった。変わろうか。そんなにやつか。そんなにやつか。じゃあ、皆さん見てさ。んで。尊敬だよ。まずグループだ。ですけど、共同生活のさ、ルールってどういうものがある？共同生活。この部屋でね。この部屋か。共同生活。まあ冷蔵庫に自分のものを入れる場合は名前書く。名前書いてなかったらそれは食べていいっていうのがあるのかな。うん。あと門限とか。門限は未成年が9時まで、成人組が10時までになってます。消灯は？消灯も10時ですね。うん。で、お風呂入る時間も10時までっていうのがルール。はい。うん。他になんかルールある？他にルールがなんかルールある？共同生活。エアコンの温度とかどうなってるの？いや、特にももう自由に。本当？他は？アラームとかは？アラームでもうるさすぎると、まあ、あれでしかアラームダメなんじゃないの？いや大丈夫ですけあ、そうなど、の？自分でアラームかけてるのにうん。起きない人いるじゃないですか。ああ。それはちょっときついです。そうん。れは注意するんですけど、特に休みの日なんで、うん。アラームうん。一緒にかけるですから、このあ2人。そうなの？この二人が。自分は休みの日は消してます。いや俺も化粧水だった。アラーム界隈の人。はい、アラーム界隈の人たちです。4時半からそうしてる。4時半、夕方の4時半から掃除。そうそうそう。あ、そうそう。どっかの部屋もある。まあ、この部屋だけだと。で、僕、5万円ぐらい熱下ろしてる。なんすかドンピー。あ、赤城のそのためできればほしい。まずケチャップも。ケチャップも。あ、全部なきに見て。終わらない。一人部屋が一人部屋で。
ちょうどセクレ上がった場所っすよ。何日目かによるんですよ。結構長くない？僕らはもちろん函館で使っていい金額は俺これまでと思ってる。函館で銃使うだけなんかある？ぶどうエビでしたっけ？ぶどうエビ？ぶどうエビ。ぶどうエビ？なんか一匹2000円ぐらいしたっけ？あ、じゃあ師匠が美味しいって言って10万円使ってる。寿司食いに行くっす。それがいいっすよ。でも遠藤と寿司食いに行ったら4、5万行くっしょ。そんな行くの？やっぱ遠藤結構食うんだよ。今年は4、5万行ったらあとこの回転寿司みたいに食べる感じだけど。遠藤すごいっすもん。まず行ったら大将生そっからもう大将好きに握っていいからもう4貫ずつ出してっていう、ね、去年2貫ずつ出してもらったのか一人2貫ずつね1個は腹パンになったから大将もういいから上がりちょうだいっつって終わりそうで。日本酒とかも飲むでしょ。これ去年飲んでなかった日本酒飲んでないですよ。日本酒飲んだら飲んだ瞬間からやばくなっちゃうんですかあビールだけだったなんだ今年の日本酒行こう。大将鍋島あるっすか？鍋島マジでないかやっぱりって言ってみてちょっといや大将1800円つぶってほしいっす。こんな静かになります一言喋っただけであれ飯食いだよやっぱカリスマックスだよお前やっぱりカリスマックス。もうしゃったら静かになるじゃあ俺がじゃあ補助する。補助する補助ですか補助高田で何するの自分で飯食うんですよだよねわかるそれ。補助してるよいや函館で何が楽しみのご飯巡りじゃないですかだよねマジンガーだよ。ごめんなエンド明日胸出したるわいやマジで本当大丈夫です入れるだけはやめて彼の何が食べ物？海鮮でしょ？ジンギスカンジンギスカンか。ジンギスカンさ俺あんま得意じゃないけど挑戦してみようかな今回あるからジンギスカン。星7のジンギスカン使うし超えてるっすおかみさんが言われたでしょあとで来てるかけたからじゃ早く飲んでふやけ失敗した両方目スプーンの方がいいやアフター高い。
やってるね、ちゃんとね。で、ローカルと一緒に。ローカルはいいね。そのまま番組からボンボン蓋の蓋常に閉じっぱで。はい。よし。どうもさ。お、梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど、頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。